今回は眼精疲労の改善方法です。こんにちは、パク先生です。スマホやパソコンの長時間使用によって目が慢性的に疲れている方多いんではないでしょうか。目の疲れをどうにかしたくて目の周りの筋肉をほぐしたり温めたりもしくは冷やしたりする人は多いと思います。しかしこれらの方法だけでは眼精疲労の根本的な改善は望めません。なぜなら眼精疲労が起こる根本的な原因という視点が欠けているからなんです。今回の内容は眼精疲労が起こる根本原因から考えた改善方法になります。ぜひ実践してみてください。このチャンネルでは痛み改善、自律神経、美容など日々の健康に役立つ情報を配信しています。今回のセルフケア以外にも血圧の下げ方や自律神経の整え方など健康は自分で作るをテーマに他の動画も紹介しています。概要欄に貼っておきますのでチャンネル登録していただいて他の動画もチェックしてみてください。まずあなたに知っていただきたいのはなぜ眼精疲労が起こってしまうのかという原因です。それはある筋肉が使いすぎによって硬くなっているからなんです。それは後頭下筋群という筋肉の集まりになります。文字通り後頭部のすぐ下に位置する筋肉になります。この後頭下筋群、実は第二の眼筋と呼ばれるほど目の機能と密接な関係があるんです。具体的に言うと、特に近くのものを見る場面で目立った働きをします。近くのものを見る場合、通常胴体を固定し、細かい動きは頭と首の動きで調整するんですが、後頭下筋はこの頭と首の微調整に関与することで目をサポートしているんです。具体的には眼球運動、まぶたの動き、ピントを合わせる場面においてです。このように第二の眼筋である後頭下筋群が硬くなって機能しなくなることによって目に過剰な負担がかかり眼精疲労を引き起こしてしまうんです。この後頭下筋がガチガチに硬くなってしまう原因とは生活習慣です。そう、スマホです。あなたはスマホを操作するときどんな姿勢になっていますか？目線は下がって肩は巻いてしまい顔は前に突き出し猫背の姿勢になっていませんか？この悪い姿勢が長時間続くことにより後頭下筋をガチガチに固めてしまうわけです。今回はガチガチの後頭下筋を緩めて厄介な眼精疲労を改善するために 1. 首周囲の皮膚を動かす。 2. 後頭下筋を緩める。 3. 後頭下筋をストレッチする。以上の3ステップで行っていきます。では早速やっていきましょう。まず今の状態見ておきましょう。首の動きを見ておきます。前に倒したり後ろへの動きもチェックしておきます。動く範囲、角度や動く感覚を覚えておいてください。セルフケア後に状態と比較してみてください。それから何かを見た時の目の見やすさや疲労感などの感覚も覚えておいてください。それでやっていきましょう。ステップ1は首周囲の皮膚をつまんで動かしていきます。眼精疲労でお悩みの方はこの首の後ろ側はもちろん首全体の皮膚もガチガチに固まっています。皮膚の動きが悪いままだと2つ目以降のステップ、筋肉へのアプローチの効果が出にくくなりますので、しっかり皮膚の動き出していきましょう。このように3本指でつまんでいくのが基本的な方法ですが、皮膚が固まってやりにくい方は5本指で皮膚を真ん中に集めるように動かすか、このようにね、両手を使って皮膚を集めるように動かしても大丈夫です。やりやすい方法でやってみてください。それでやっていきます。動かしていく部位の順番としては、後頭部、首の付け根、首の後ろ、横、前というのは順番でやっていきますが、あまり順番にこだわらなくても大丈夫です。まず後頭部からです。後頭部に関しては、頭を反らしていただいてこのように、一番後頭部の出っ張り、大後頭隆起という出っ張りがあります。その周囲をほぐしていただく感じですね。このように3本指でやっていただくの基本なんですが、やりにくい方は5本指で皮膚を集める感じでやっていただいても大丈夫です。もしくはこの2つの手で寄せる。このように皮膚を寄せながら動かすようにしていただいても大丈夫です。そのまま首の付け根にやっていきます。そのまま手を下ろしていただきますと、ちょうど後頭骨、頭の骨が終わったあたりになります。実はここに後頭下筋群があります。ここは後頭下筋群の真上の皮膚になります。結構硬い方が多いので、ここもしっかりほぐしていきましょう。そのまま下に降りていきます。首の後ろ側になります。この辺りはまとめてやっていただいても大丈夫です。このように横断的に順次硬いところを自分で見つけていきながら動かしていっていただいても大丈夫です。この時少し目線を上に上げていただきますと皮膚が緩みやすくなります。次横ですね。このように
横も結構硬い方がいるので、3本指もしくはね、5本指でしっかり皮膚を動かしていってください。前も実は硬い方もいるので、しっかり動かしていってください。次はステップ2です。ステップ2は後頭下筋群を緩めていきます。後頭下筋群の場所を押さえておきましょう。手をこのように頭に沿わせていただいて、後頭部、頭の骨がちょうど終わったあたりが後頭下筋群の場所になります。ここですね。緩める時の手は人差し指と中指を使っていただきます。もしくは親指、どちらでも構いません。手をこのように沿わして場所を確認したら、このように円を描くように後頭下筋群を緩めていきます。この時少し上を向いていただくと筋肉自体が緩みやすくなります。さらに緩みやすくする方法としては、目を閉じていただきます。目を閉じることで後頭下筋群緩みやすくなります。円を描くようにしっかり緩めていきましょう。所要時間は30秒です。ステップ3は後頭下筋群をストレッチしていきます。やり方はこのように後頭部に手を持っていきます。目安は後頭部の一番の出っ張りです。大後頭隆起になります。ここからこのように後頭下筋を伸ばしていきます。この時に注意としては、顎を引いてください。しっかり顎を引くことによって効果的にストレッチをかけることができます。まずまっすぐ、それから斜め方向、それから反対の斜め方向にストレッチをかけていきます。まっすぐを10秒、それから斜め方向10秒、反対の斜め方向10秒で合計30秒でやっていきます。それではステップ1から3までを通しでやっていきます。一緒にやっていきましょう。時間は30秒、それぞれ30秒でやっていきます。よーい、スタート。皮膚の動きが悪いということは、皮膚組織とその下にある筋肉が癒着を起こしていることが考えられます。しっかり皮膚の動きを出していきましょう。親指、人差し指、中指の3本指でつまんでいくのが基本的な方法です。皮膚と下にある筋肉を剥がすイメージで動かしていきましょう。最初は痛いと感じることもあると思います。続けていただくと痛みが次第に軽くなっていきます。ステップ2、後頭下筋群の場所は頭の骨がちょうど終わったところから首に移行するあたりになります。人差し指と中指、もしくは親指を使います。真ん中あたりからスタートして徐々に外側に移動していきます。やや上を向くと筋肉は緩みやすくなります。円を描くように筋肉を緩めます。目を閉じるのを忘れないようにしましょう。ステップ3、後頭部の一番出っ張っている部分に手をかけます。ポイントは顎を引きながら下を向くように後頭下筋群をストレッチします。まっすぐ頭を下げて10秒、左に傾けて10秒、右に傾けて10秒、それぞれストレッチをかけていきます。ストレッチの際、呼吸を止めないように注意しましょう。今回はそれぞれのステップ30秒ずつでやっていきましたが、30秒から1分程度で時間取っていただいても大丈夫です。ステップ1から3まで終わりましたので、今の状態見ていきましょう。首の動きやすくなっていると思います。それから目の見えやすさや疲労感も改善していると思います。それから肩周りも軽くなっていると思います。今回は眼性疲労を根本的に改善させるセルフケアについてお伝えしました。眼性疲労改善のためには後頭下筋群がポイントでしたね。後頭下筋群をしっかりケアすることで、今回の眼性疲労以外にも頭痛、倦怠感などの自律神経症状の改善にも効果があります。そういった症状がある方はぜひ一度お試しください。セルフケア継続が命です。毎日最低1回は続けていただいて、眼性疲労を改善させていきましょう。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。